ザイオンデータでエンジニア採用を担当している池永です。エンジニアが一日の中で最も長く触れる道具、それがキーボード。今回はエンジニアたちが愛用するキーボードについて、それぞれのこだわりを聞きました。キーボード選びから見えてくるエンジニアの個性にも注目です。ザイオンデータで R&D エンジニアをしております高橋幸秀と申します。普段は自然言語処理系の研究開発をしております。こちらのROG リパブリック・オブ・ゲーマーズっていうゲーミングブランドでして、ゲーマー向けのキーボードになりますと。結構スイッチが違うんですよ。スイッチっていろんなタイプがあって、これは光学式スイッチって言って、中身の仕組みが光が通ってるんですよ。スイッチを押すとその光を遮るんですよ。わかります？スイッチを押すとここが遮られるんですけど、それで、信号を伝えるようなキーボードでして、ただ僕はゲームはしないんですよ。完全に仕事向きにこのゲーム用キーボードをご購入されます。そうですね、仕事用で使っていますね。なんかグラデーションで光ってるっていうのは常にこの状態なんですか？これ RGB バックライトっていうんですけど、いろんなその光り方があるんです。いろんな種類ある中で僕はこの常時光るやつを選んでるんです。休憩したいなっていう時にこれを見て、いいね、そういいねってなって、休めるっていう。ヒーリング効果も込みのやつなんですね。面白い。その他このキーボードで選んだポイントとかありますか？そうですね、いろいろあるんですけど、ロープロファイルって言って、キーボードの中では、薄い外付けキーボード、外付けキーボードの中では薄い方になってるんですね。このキーを押すときに、まっすぐスイッチがスッていくようなものをリニアって言うんですよ。で、それが僕は好きで、エンターを押すときにキーボード全体にその振動が伝わるっていうのが僕は好きなんですよ。でエンターピッ押すとなんかその仕事をやったぜみたいな感じでそうで、強く押してキーボード全体に振動が伝わってっていうのが僕は好きなんですよね。ザイオンデータのリークと申します。エンジニアチームの所属、今データプラットフォームの SpiderX というチームのチームリーダーとして務めています。これはZSA っていうメーカーのVoyager っていうキーボードなんですけど、効率的にはやっぱ普通のキーボードの方がスピード速いんですけど、これ一番疲れにくい指とか肩が一番疲れにくい感じなんで。このキーボードの森さんなりの推しポイントというか、ここが好きですみたいなのあります？簡単に言うとかっこいいですね。見た目が、見た目がかっこいいですね。でこんなのは英語ではカルムナーっていう手の形を合わせて、例えば指の動きを少なめにしたこういうデザインなので、本当に最小限の動きになってるっていう。珍しいですか？珍しいですね。普通のキーボードはロースターカードって言って横の長さは変わらないんですよ。しかもそれクオーティじゃないんですよ。アルファベットの並びが全然違うんですよ。慣れました？そうですね。単語だったらなりましたけど、ショートカットはちょっとショートカットの位置は全然違うのでね。日本語を打つときどうですか？日本語を打つときはそんなに変わらないと思います。変わらないですか？でも一応配列は英語を打つときの最適化したものなんで、日本語はそんなに慣れてないかもしれないですね。プロダクト開発部部長の井上です。お願いします。でもよくあるキーボードっぽいじゃないですか。そうですね、おしゃれですね、配色が。でもなんかこうやっちゃうと、なんと2つに割れます。キークロン911というご存知キークロンでございます。これは分割キーボードって言って、キーボード界隈では多分一般的な。この場合マウスは使ってらっしゃいますか？マウスも使ってます。マウスはここに僕の場合はこの真ん中に、もうちょっとこれ広げて真ん中に置いてます。真ん中にこの状態こうやって操作する。そうです。こういう系のキーボードにはよくあるんですけど、結構キーのマッピング、どのキーにどれを割り当てるとか、自由に設定できるんで、究極 A に S を割り当てるとか、そういうこともできるんですよ。カスタマイズの可能性が無限大なんです。結構こういうキーボードってレイヤーとかって一つのキーを押したら、この N のキーが別のキーとして機能するみたいな、そういうのがあるんですけど、親指って結構自由なんですよ。なんで親指側に重要なよく使うキーを置いておいて、他のでここを押しとけば他の操作ができるキーになるんで、例えば点キーをここに設定しておくとか。すごいですね。こだわりがすごいですね。人類は親指を無駄に使ってるんでもっと有効に活用できる。なるほど。親指の可能性がまだ可能性無限大なんですよ、親指は。
改めてコット申します。今、ザイオンデータの、データプラットフォーム部長をやってます。はい。なんか大きいですね。そうですね。これ一番重いキーボードなんです。おお、重い。重いでしょ。重い。確かに。はい。音もですけど、なんかこの沈み具合とかがすごい押してる感じで。ほぼ文字ないんですよね。書いてない。あ、文字は側刻っていう、側面にある。はい。ああ、なるほど。あとこうちょっと個人のこだわりなんですけど、呪文のようなデザインになってて、ちょっとはい。なんかこっちにもう一個。あ、そうです。これは何なの？これは出張の時に最適なちょっとちっちゃいサイズのめちゃくちゃちっちゃくて軽いのが出てきて、すごいですね。こういうのは出張には最適なんで。完全にその使いやすさとか状況に応じてこっちを使う。はい。点キーがやっぱついてるの、両方ついてると思うんですけど、点キーは必須ですか？点キーは必須です。僕にとって必須です。これ何軸かわかります？赤軸です。赤軸、キースイッチでは色の軸の種類がありまして、いろんなのがあるんですけど、その軸ごとに音の特徴がね、あるんですよ。音とか、あと反発の感じとかもちょっと違う。いや、そうですよね。結構音も違うけど、キーボードによってその反発、返りが違いますよね。もう本当ベース、重さと、重さと音ぐらいは、あと天気。坂下拓也です。所属チームは、一つは情報システム部。あともう一つは、プロダクト開発部のテックオフィスと呼ばれるプロダクト間のその連携だとか、束ねる立場というか、っていうところを担当しております。こちらは、トープレコーポレーションさんのリアルフォースという、キーボードになります。一番この色がついてる部分は、ちょっとこれ実はキートップをこうやって色のものに変えたっていう感じがありますね。やっぱりリアルフォース自体は昔からやっぱ定番というか、私が本当にそうですね、一番最初に買ったこういう、いわゆる高級キーボードですかね、そこからずっと、職場で愛用させていただいているのが、リアルフォースになります。特徴とかあるんですか？このキーボードならではの特徴だったりとか。変化重っていって、タップする場所によって重さが違うっていうキーボードになってまして。面白い。長時間やる仕事で使うことを前提としたときに負担がないような重さになっている。そうですね。いや、すごい。これはどういう経緯で購入されたんですか？これはそうですね、もともとまだ、ホテルオフィスを設ける前、その時にやはり持ち運びしやすいっていうもので、1個小さめのキーボードっていうのを欲しくて、これ購入して利用していたという形になります。この3つのボタンなんですか？マウスのクリックボタンですね。そうです。すごいなんか珍しいですよね。そうですね、これやっぱついてるのはそんなにないっていうところもあって、特徴的なデバイスになっています。最後ですね、最後の方はこの企画の考案者である修二さんにお願いしたいと思います。こちらですね、キークロンの、Q1 Pro、推しポイント的なところからこれ入らせていただくと、まずはバックライトがこういう風に光ります。めちゃくちゃ綺麗。が1個ポイント。これは気持ちが上がるだけなんですけど、あとは打感ですね。自分結構打感が気になるタイプの人間で、これは自分の友人が自作キーボードバリバリやってる人間がいて、ちょっとそいつと一緒に分解しながらいい音なんないかなっていうので、なのでこういった系全部フルカスタムって感じですね。重さも大事なんですか？重さ大事ですね。やっぱり安定感が全然違うので。これは職場で使ってるやつですか？これは職場で使ってますね。ご自宅はまた別の？はい、自宅はそうですね、もう一個のフィルコのザクロテンっていう名前なんですけど、こいつの特徴はですね、この内側にですね、マクロキーがついてます。なので、ここ、だからちょいちょい話出てましたけど、親指の可能性いるんですね。親指の可能性。内側にあることによって、手の動きを最小限に自分の好きなマクロを使うことができるというところがポイントになってますね。これを結構気に入ってますね。この位置にあるということが。はい。すごい珍しいですもんね、真ん中にマクロキーある。これは珍しいと思いますね。これしかないと思いますね。はい。次狙ってるキーボードがあるんですか？次はそうですね、出てきましたけど、レイニーですね。レイニー。やっぱその音にこだわる系人材としては、レイニーの音はかなり強いですね。はい、もしかしたら4つ目は増える可能性がありますね。4つ目の購入報告すごく楽しみにしたいと思ってます。はい、買います。修二さんに締めていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。